しびれ猫です。リアルマッスル泉と柿沢あゆみがお送りするしびれ猫ラディオ始まりました。第19回いくさん愛してる。これ大丈夫かな。わかりません急に歌い出したからね一休一休一休。さあ愛してるということで、みんな愛してるよということでへーわーい。さあ今日は何の話になるんでしょうか。今日は堀尾さんの話。堀尾さんの話しちゃう。はい、満を持して。満を持しそうですね。堀尾幸雄さんは今回、はい、この横浜ボートシアターのうん新版ゴリハンガンテルテ姫、はい、総監修を務めておりまして、総監修。今回もそうなのかな。今までそうだったんだけど、わ、本当だ。今回もそう書いてあるチラシ確認しましたら、はい、舞台美術、仮面、衣装を超で総監修ですね。すごいですね。はいはい、そう衣装もねそうです。衣装をさうん決めた時の話しない？そうですね。あれは感動しました、初演の時にはいはい。船劇場にいらして、稽古終わった後にそうまずなんか順番ある？堀尾さんが誰かっていう話してないけど大丈夫もうそれみんなもうご存知？それはご存知でしょう。そうだよね、大御所だものね。どんな人なんですか？舞台美術家協会の偉い人ですか？元会長じゃないですか？元会長ですか？はい、元会長だったと思いますよ。はいはい。もう数々のね、日本の舞台芸術のね美術を担当されていると。そうなんですよ。例えば野田秀樹さんとかね、はい、三谷幸喜さん、はい、あと劇団新幹線もやられてますね。そうそうたるね、はい、作品群。そう、舞台だけじゃなくて、立川志の輔さん、あと音楽系で言ったら中島みゆきさん、そうでした。この辺もやってますね。はい、ライブの舞台美術ってことですよね。コンサートなのかな。コンサートですかね、失礼いたしましたはい、そのようなね、堀尾幸雄さんがすごく若い時に横浜ボートシアターにね、遠藤拓夫さん、おりましたので、その、ご縁もあって、今回もボートシアター小栗をやるということでですね、ものすごいサポートしてくれてると。そうですね、横浜ボートシアターも創世期から、美術で入られてましたもんね。今の船の舞台の絵も描いたりされてるよね。船劇場は床一面に絵が描かれてるんですよ。いいよね。すごいよね。それを描かれたのが堀尾さん、ということなんですね。これぜひね、見に来てほしい。見に来てほしいね。船劇場ね、機会がありましたらばお越しくださいませ。そしてその堀尾さんが舞台美術の方なんだよ、基本ね。あと小道具とかもね、お作りになるらしいけども、で今回は衣装もやってくれてるっていう衣装、監修みたいな感じだよね。そうだね。チラシとかね見ていただくと分かるんだけど、衣装協力でさざなみまさこさんもね入っていて、これ毎回お世話になってるんですけどね。そうですね。さざなみさんと堀尾さんのこのタッグで、一瞬にして鮮やかに衣装が決まってく様っていうのをね、私たちは目の当たりにしたんだよね。稽古の後に夜に来て、で船にあるものをいろいろ見て、じゃあこれだみたいな
感じだったよね。そうそうそう、衣装ケースひっくり返して、いろいろ見てね、じゃあこれとこの役はこれでみたいな、そうそう、これはこういう風につけてとかね、すごいよね。すごかった、なんでそんな決められんのっていうぐらい。そう、もうねやっぱり小栗半岸の作品のことをすごく理解してるってこともあるし、キャラクターのこともすごく理解してて、その上でもう素材見てさ、あこれだっていう決断が早いよね。早かったね。でそれを試しに着てみたりしてさ、もう稽古の後で夜遅かったんだよね、だからみんなは帰っちゃってて、私たちだけ残ってたかな多分。そうだったかもね。だからとりあえず着たりしててさ、私が着てみるとこれがわあいいとかねなんかこれだけでこんなに変わるんだ。そうそう、ちょっとした今回ねその衣装もちょっと見ていただきたいけど、すごいよね。一人で何役もやるからパッパッと変えられるような簡単なこうものを身につけたり外したりとかするんだけど、あらら嵐が去っていったな今。ちょっと猫が暴れてますけどまあ気にしないで続けていきましょう。はい、衣装もね大注目ですね、どんな感じで変身していくのか。そうですね、はい、これのことかと思うと思いますけど、ね。そしてその衣装もやってくださってるけど、今回は見どころの一つに新しい仮面ってのもありますね。そうですね、今回3回目で、新たに仮面を作り直しております。はい、いくつかね。はい。でこれの仮面は演出の吉岡紗也さんが新たにいくつか作ってるんですけども、そのうちの何点かをね堀尾さんに色をつけていただいてる。そうですね。はい。これがまたね驚くよね。驚きますねこれはなんか堀尾さんからのねちょっと挑戦状を感じるよね。ほう。初回の時も今回とは違う、仮面がいくつかね、作っていただいたんだけども、それ届いた時にみんなもポカーンってなってってそうだったね。これが来たのワオみたいなこれかみたいなね。そう、なんか今までのボートの持ってる仮面とはまた全然趣向の違うものだったんだよね。なんかね、そう頭をねパーンってね殴られたみたいな。そうだったよね。でこれはもう我々にこうもっと自由にやりなさいって言われてるなって感じたよね。感じた。でこのこう想像力をこう超えてくる感じっていうの破ってくる感じっていうの、これが想像には必要なんだって思った。いやーほんとそんなメッセージ受け取ったよね。受け取った。でやっぱりね小栗半岸てるて姫っていう作品が横浜ボートシアターにとってはやっぱものすごく大きなものなんだよね。もう過去の栄光がすごいの。だからそれをもう一度やるってすごく勇気のいることだったと思っていて、でそれを新しく今いるメンバーでね作り直そうって言った時に堀尾さんがそういう創作物をねぶっ込んできたやっぱねどうしても前のイメージもあるし、そう自分たちはこういうものだみたいなね。そうだね、ちょっと凝り固まった部分っていうのがどうしてもね頭でっかちになっちゃってる、ところへねパカーンとね、殴られちゃいましたね。そうですね。でやっぱりその仮面がなんていうのかな、風穴を開けていくんだよね、作品に対してさ。もっと自由でいいんだなとかさ、もっともっと生き生きとしたものを作っていこうっていうさ、過去を追い求めることをやめなきゃいけないよ。そう思わされました。はい。というわけで宣伝の方をしてまいります。横浜ボートシアター
新版小栗半眼照手姫、仮面音楽祈りの声でよみがえる中世日本の死と再生の物語。モノクルを敷き人の世に、浄土よりの薬の湯湧きいずる。2025年11月26日から11月30日ザ・高円寺1にて。リアルマッスル泉、柿澤あゆみ2名とも出演しております。チケットの方は横浜ボートシアターホームページからお申し込みください。それとしびり猫グッズも販売しております。概要欄からチェックお願いします。我々のかわいいかわいいオリジナルグッズ販売しております。よろしくお願いします。はい。それとチャンネル登録高評価もよろしくね。よろしくお願いします。それではまた次回お会いしましょう。またね。バイバイ。